こんにちは。行政書士社会保険労務士の細野です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回は労働基準監督署の監督指導結果、令和6年2024年度の結果が公表になりましたので、その概要について解説をしていきたいと思います。監督指導の結果、違法な時間外労働を行っている事業所は1万件を超えるという結果になっております。では、どのような違法な時間外労働を行っていたのか、またその他のチェック事項、こういった違法な時間外労働をしないために、各事業所でまずは確認しなければいけない内容について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、今回の監督指導、臨検監督と言われるものですけれど、この内容についてまずは見ていきたいと思います。そして、令和6年度2024年に行われた監督指導とその違反の内容について、こういった違反を受けまして各事業所でまずは確認すべき内容を見ていって最後に注意点とまとめという形になります。まずは臨検監督、監督指導と言われるものはどのようなものなのかですけれど、まず一番最初に気をつけなければいけないのは、監督指導というのは原則として予告がありません。突然来ます。なので、そういった形で突然来てもいいように準備をしておいてほしいというのがまず第一点。そして臨検監督、監督指導については大きく3つに分かれます。定期監督と言われるもの、申告監督、そして再監督になりますけれど、通常は定期監督と言われるものが全体の 80%、8割ほどを占めているという状況になっております。この定期監督に関してはどのようなルールで行われるのかと言いますと、毎年策定される労働局の行政運営方針というのがあるんですけれど、そちらに基づいて重点テーマごとで年度で内容異なって定期監督を行うという形になります。また、労災時の監督に関してもこの定期監督に含まれるという形になっております。そして全体の 12% ほどは申告監督と言われるもので、こちらは労働者からの申告によって実施をするものになっております。労働者はですね、労働基準法104条で労働者の申告権というのがありますので、労働者自らですね、労働基準監督署に訴えて監督を促すという形のこともできるという形です。そして監督を受けた上でですね、その是正がされているかどうかというのを再監督、定期監督や申告監督での是正勧告が是正されたかどうかを確認をするものになってきます。こういった形で全部で3種類の監督がありますけれど、一番多いのが定期監督という形になっております。そしてこの定期監督ですけれど、労働局の行政運営方針に基づき実施をするものというふうに伝えましたけれど、では、令和7年度においてはどのような行政運営方針なのかについてまずは見ていきたいと思います。いくつか項目はありますけれど、大きく分けて4つぐらいかなと考えております。まずは最低賃金と非正規雇用労働者への支援という内容。そして2つ目がリスキリングと労働移動の円滑化。3つ目が人手不足と多様な人材の活躍。4つ目が職場環境の整備、改善という形になっておりまして、やはりですね、気になるのが1番目、最低賃金と非正規雇用労働者への支援ということで、括弧1番にありますけれど、同一労働同一賃金の徹底、ここをですね、今非常に力を入れているところではあります。また、最低賃金、2025年10月以降、最低賃金の引き上げが行われますけれど、ここの部分、大幅な引き上げ、過去最高更新という状況になりますので、この最低賃金の遵守に関しても、チェックが非常に厳しく行われていくという形になります。その他ですね、労働局行っていこうとしているのは、リスキリングの促進ですとか、デジタル人材の育成、また、能力評価ですね。そういったところも取り組んでいく。また、人手不足と多様な人材というところでは、高齢者、障害者、外国人雇用といったところがありますけれど、障害者雇用の法定雇用率に関しましては、
また来年引き上げられるという形になっているので、対策が必要かと思います。また、職場環境の整備改善といったところでは、各種ハラスメント、やはりですね、パワハラが依然減らない、そして男性育休が取得増えてきた中でですね、男性育休へのハラスメントも増えてきて、相談件数も増えてきているといった状況。また今後ですね、カスタマーハラスメント、カスハラに対する法整備も進んでいくという形になっていきますので、そういった部分のハラスメント対策と、より一層の両立支援。両立支援に関しましては、育児介護休業法変わりましたけれど、そこの部分に関しまして、今後は介護と仕事の両立といったところが強く求められてくるといった状況になっております。ではですね、令和6年、2024年の監督指導の結果について見ていきたいと思います。この監督指導につきましては、長時間労働に関しての監査という形になっておりますけれど、対象事業所としては、時間外休日労働の時間数が80時間を月に超える恐れのある事業所、もしくは長時間労働を起因とする労災を請求をしている事業所が対象という形になっておりまして、令和6年度の1年間において指導を実施した事業所は 26,512 事業所という形になっております。そのうちですね、時間外労働の監査において、法令違反が確認をされたのが 11,230 事業所という形で、1万事業所を超えているという状況で、長時間労働に関する監査に関しては、違反率が 42.4% という形になっております。そして、多く聞くのがですね、うちの会社は事業人数が少ないので、そんなに労働基準監督署の監査は来ないよという会社が多いんですけれど、今ですね、一番多いのは、事業所としての規模は10人から29人の事業所で、全体の 26.2% 増えている。になっているという状況で、これはですね、前年比で割合としては増えているという状況になっておりますので、事業の規模にかかわらず、労働基準監督署の監督指導は行われるというふうに思っていただければと思います。ではですね、その中でどのような違反があったのかについてですけれど、大きくは4つ、違法な時間外労働、そして、賃金の不払い残業を行っている。また、労働時間の把握が不適切であった。そして、健康障害防止の措置が未実施であった。この大きな、内容として4つになりますけれど、違法な時間外労働に関しては全体の 42.4% で 11,230 事業所という形で、前年度に比べて違法な割合が増えている、件数も増えているという状況になっております。そのうちですね、80時間を超える時間外労働というのは全体の 48.7% で、さらにそのうちですね、100時間を超える事業所は 28.4% という形になっております。ではですね、この違法な時間外労働ですけど、どういった内容で違法になったのかといいますと、そもそもサブロク協定を提出してない、作成をしていない。そして、当該サブロク協定が無効であった。特にですね、代表選出等で無効になるケース。また、サブロク協定提出はしているけれど、限度時間を超えているといった内容の違法という認定になっております。また、賃金不払いに関しましては、2118事業所で全体の 8% という形になっています。また、労働時間の把握が不適切な事業所に関しては、4016事業所で全体の 15.1%。どういった内容で不適切だったかというと、就業の時刻の確認記録がないということになりますので、このあたりの書類の整備、時間の把握はですね、ぜひしてほしいと思います。この労働時間の把握については、労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのが厚生労働省から出ておりますので、ぜひこちらを確認をしてほしいと思います。また、その他健康障害の防止措置の未実施な事業所が5691事業所という形になっております。
こういった形で違反行為がですね、発生しないために、まず事業所としては何を行うべきかというと、まずはですね、サブロク協定ですね、こちら締結をしているかどうか、有効期限が切れていないかどうか、そして時間外労働がサブロク協定の範囲内であるかの確認。また、賃金の不払いにつきましては、まずは最低賃金の確認ということで、最低賃金2025年10月以降順次引き上げになっていきますので、その結果、最低賃金割れが起きていないかの確認もしてほしいと思います。また、労働時間の把握につきましては、先ほどご紹介しましたけど、ガイドラインを参考の上、まずは時間管理を行ってほしいと思います。そして長時間労働に対しての健康確保措置に関しては、ストレスチェック、まだ実施時期は決まっておりませんけれど、全事業所の義務化がスタートしておりますので、こちらに関してもメンタル面でのケアを忘れずに行ってほしいと思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、令和6年度の監督指導ですね、時間外労働に関しての違反がですね、40% ほどでしたけど、労働基準法違反としては全体としては 81.1% という形で、何かしら8割の事業所においては労働基準法違反があったという形になりますので、自社のですね、管理状況を再度確認をしてほしいと思います。また、11月になりますと、過重労働解消キャンペーンというのを行っておりますので、監督が重点的に行われます。そのためにですね、各種セミナー等も行っていますので、そのあたり受講してですね、過重労働解消のための取り組みも進めていってほしいと思います。また、最低賃金、過去最高の更新を行っておりますけれど、10月以降順次変わっていきますので、各従業員の最低賃金額のチェックも忘れずに行ってほしいと思います。多様な働き方の促進を進めていっていただいて、従業員のスキルアップも行っていただいて、ぜひですね、労働時間の削減を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。